吉村博文見てイラってくる理由と、麻生太郎見てイラっとくるのと、山本太郎見てイラっとくるの、みんな同じ理由なはずなんですよ。それの究極の形がね、この間の寝てませんツイートの高市早苗ですよ。あそこにロジックも何もないの。頑張ってる自分のアピールしかない。高市早苗の内側を感じている。これは拒否せなあかんでしょ。右であれ、左であれ。だからみんな、なんで国会前で集まってるか。なぜ渋谷の交差点走ってるかっていうと、受け入れが嫌なんじゃないのよ。あれは何の叫びか言ったら、ロジックをくれ言うてんの。こんなもんが政治に関与してほしくないって言うてんの。副首都法案が通ったじゃないですか。まあ、あんな法律別に通ったところで塀でもないんですけど、なんか大阪の人は喜んではります。大阪のあれがどうたらこうたらや。まあ、あんな法律みたいなのはお飾りなんですが、結局その問題なのはね、付帯決議で、まあ大阪ありきではないと、まあ特定の都市ありきではないということが明言されているのと、それと、いわゆる公職の選挙との同日戦を避けるということが付帯決議にされたんですけど、早速ね、吉村が同日戦やるいう出してるんですよ。国会の審議の中でね、付帯決議というのをつけ、同日戦をやらないということだったんですね。これはね、とても重要な理由があってね、この間この時間に金曜日にね、お話をしたんですけども、山添拓の憲法審査会での質問がそれを指摘してたんですが、いわゆる住民投票、国民投票というものと、公職の選挙っていうのは、やり方が全く違うんですよね。誰を選ぶかと何を選ぶかでは問いの立て方が違うので、そのキャンペーンの仕方が違ってくるでしょう。だから具体的に言うと、例えばね、公職選挙法であれば、この議席、1個しかない議席に8人の人が立候補してますってするじゃない？そうすると一番大事なのは、8人の人のメッセージの量が、内容ではないよ。メッセージの量ね。メッセージの量が一緒でないとイーブンじゃないじゃん。量がね。だから、すべての候補者が持ってるスピーカーの数を制限してるんですよ。どういうやり方やってるかやったら、表記があるところでないと、表記って旗があるんですが、街頭演説の旗があるところでないと演説できない。とか、スピーカーに木札をかけるとかね。で、その木札のついてるスピーカーでしか音出せない。っていう風にして、その一つの議席に8人の人が立候補してるとしたら、立候補してる8人を全員同じように扱うということをやってるのが公職選挙法という法律です。これ住民投票でどうやるの？この数量規制って、ただでさえうるさい選挙カー、ただでさえうるさい街頭演説が、普通の選挙の時に、量で進んでるのは、公職選挙法でその数量規制をやってるからです。公平であろう、平等であろうとするためにね。でも住民投票で、わからん。いろんな住民投票これまでありました。中学校にクーラーつけるべきかつけざるべきかみたいな住民投票もありましたけど、それどうやってやるんです？数量規制って。そもそも候補者という概念がないわけですから、数量規制に。で、賛成派と反対派って言ったところで、いろんな反対派、いろんな賛成者がいますから、じゃあこの賛成派の人だけスピーカー使えるようにしましょうとか、それもおかしいでしょ？で、というその数量規制がやりようがない住民投票というものと、数量規制をしなければいけない公職の選挙が同じ日にやられたら、ぐっちゃぐちゃになるんやろ。じゃあ同じ日に公職の選挙と住民投票をやってるとすると、このさっきの一つの議席に対して8人が立候補してるっていう人たちは、この選挙の中での数量規制をもってみんな平等にやってるけど、住民投票が同じになったこの8人のうち4人が賛成派で、残りの4人が反対派やとしたら、この人はそれぞれこっちの住民投票の運動して、山田太郎は賛成ですとかっていうのは、どっちで規制されてんの？それどうやって規制するのそれ？海山花子は反対です。それはどっちの選挙それは？ぐっちゃぐちゃになるでしょ？どうすんのそれ？でしょ？当たり前の話なんですよ。
やるということが革命的な発想ではなくて、これまで住民投票なんてあちこちでいろんなところでやられてきてね、いろんな首長さんが自分の意見を、これまであんまり住民投票って良き住民投票ってあんまなかったんです、日本においては。大体首長さんが自分の意見を議会と対立して、議会を解散したり自分が辞職するのめんどくさいから代わりに住民投票しようとかみたいな、そんなんが多いんですよ。あんまり良き住民投票って今までないんですし、僕は保守主義者ですから住民投票大っ嫌いですけど、どっちにしてもね、どの住民投票にしても住民投票で物事を決めるって大っ嫌いなんですよ。それなぜ住民投票で物事を決めることが良くないかということは、限界地方政治を読んでください。わかりますから。どんな問題であれば住民投票なんかするべきじゃないんですけど、で、それはその社会に分断が生まれるとか、そんなぬるいことを言ってるんではなくて、そもそも OS としておかしいんです。近代民主主義にね、住民投票という考え方は OS としておかしいんです。吉村のことを問題ないと思うような能力の低い、東京にも出ていかれへん田舎者からすると、付帯決議なんか守られへんのは当たり前やという理屈になるんでしょうが、逆です。なんでこんなもん付帯決議にせな分からへんねんって話なんですよ、こっちからしたら。こっちからしたらね、障害者福祉にかかってる予算の議論をするって言うんやったら何もでもするけど、その議論のために夜に津久井やまゆり園に侵入して人殺したらあかんよってわざわざ言うてるようなもんなんですよ。でも今であかんのそんなもん。アホでもわかるやん。ぐちゃぐちゃになんのオペレーション。で、その偏差値の低い高校の校則みたいになってるわけ。言わんでもええの分かってんねん。アホでもわかんのそんなもん。やったらあかんに決まってんねんそんなもん。結局ね、アホや言うてるけど、何が問題かって、あれでしょ。田舎の人ってそうなんですけど、俺がいつでもチャット欄のコメントで怒るのと一緒ですよ。コミュニケーションと自己主張を勘違いしてるでしょ。俺がいつでもチャット欄に怒るのと一緒に、そんなこと言う必要あんのっていう。自己主張を通すことがコミュニケーションの成功だと思ってるわけでしょ。首都機能のバックアップが必要だっていう議論に、具体的な地名は一切必要ないんですよ。首都機能のバックアップが必要だという話をしてるんでしょ。で、それは大阪がどうのこうのとかっていう議論をしてること自体がおかしいのよ。サーバー立てました。これ、バックアップサーバー必要です。っていう議論をしてるときに、どの部分をバックアップしますかって話からまずしてるときに、3ディスクで2テラのハードディスク買ってきました。3ディスクがベストです。アホでしょ。それ記憶シェアでも3ディスクでも何でもええですけど。何をバックアップすんのっていう話やん、まず。どうバックアップすんの？いや、3ディスクが一番ええと思うんです。で、こっちで、いや、記憶シェアでしょ。何の議論してんのそれ。まだ要件定義終わってないのよ。要件定義終わってないのに、YBP にサーバー立てるとかって議論してる。YBP って横浜ビジネスパークって言って横浜の保土ヶ谷にある、関東で一番大きなデータセンターがあるんですけど。いや、YBP にやんのは別にええけどよ。みたいな。まだ要件定義終わってないんですよ。要件定義終わったのに危機選定やってる。ねたら危機選定どころかなんか立地場所とか探してる。それ会社やったらクビですよ。民間企業で通用してないってこのことを言うんです。で、これがまず事例1ね。で、事例2、パンと話変わりますけど、皇室典範改正ね、麻生さんがね、やっと念願叶った言うて。麻生さんの念願叶ってんて。皇室典範改正で。いや、知らんけど。こんなん言うてはるわけですよ。なんか知らんけど、これが念願らしいですわ。ようやく成し遂げることができた。すべての関係者に敬意を表した。いや別に、令和の道長屋とか言うてくれるのも別に構わないし、なんか道長ごっこやるのも楽しいでしょうから、やりたかったらやっとくなはれって話ですけど、念願叶ったらしい。もう僕、繰り返し言うとおりに僕は皇室典範改正に何の興味もないです。というよりも、興味がないというよりも、悠仁さんと愛子さんのことを考えたら、まだ20代前半のね、他人に箸持ってもらわへんか、箸で導いてもらわへんかったらどこに何入れてええか分からへんのは、こら、
にさ、殿下こちらでございますとかってこうやってもらうのは何もできひんようなコランの人生をね、もう死にかけのおじいさんとおばあさんが議論してるっていうのがもう気持ち悪くて仕方がない。から俺はそういうのと距離を置きたいと。のが、興味がないというよりも、グロテスクだからもう嫌なのっていう。なんか皇室典範改正議論と女体盛りと俺の中では同じグループに入ってる。なんかもう気持ち悪いっていう。よその家の子供の人生をね、なんか大の大人がああやでもないこうでもないということを議論してること自体がね、もうなんかもう汚らしい。気持ち悪いの。愛子様でなければ女性天皇をなぜ認めないのかとか言うてるのも気持ち悪い。でもね、麻生さんはそれで念願が叶った言うてはるんですよ。それがほんまに念願やったかどうか知らんし、念願だからなんやねんって話なんですけど、そんな言うてはるんです。なんでお前の念願のために法律変えなあかんねん。なんでお前の念願のために法律を変えなあかんねん。これは俺は山本太郎を否定する理由と一緒です。なんでお前の思いで政治をしなきゃいけないの？なぜ第三者にお前の思いとか情熱とか悲願とかが関係あんの？何々は私の悲願です。いや、そうか知らんけど、それ他人に関係ない。都構想は大阪維新の念願です。で皇室典範改正は麻生太郎の悲願です。はあ。で消費税減税は山本太郎の悲願です。でだから知らんやん、そんな。第三者に関係ないことですよ。で、イラついてんのって、金曜日の話したけど、なんか、日の丸がどうとか、自衛隊がどうとか、憲法改正がどうとかじゃなくて、この論法にイラついてんちゃうの、みんな。俺がやりたいからやる。いや、俺がやりたいからやるって話ばっかりやん。で、俺がやりたいからやるし、俺がやるって言ってるのからやるんだっていうコミュニケーションしかないでしょ。いや、別に自衛隊がどうなることであるとか、天皇陛下がどうであることとか、憲法がどうあることとかの前にさ、ロジックが全部さ、俺がやりたいからやる。俺が頑張ってるからその頑張りを認める。俺ばっかりよね。バブルガムブラザーズみたい。俺を、やりや、みたいな。ばっかりでしょ。俺が言うとうからええやんけ、みたいな。で、麻生太郎のそれは、最もなんて言うんですかね、芸の込んだオレオレ論法なんでしょうけど、このオレオレ論法にみんな疲れてんちゃうんかな。疲れてる、嫌や言うてんちゃうの。別に日の丸が翻る街になることが嫌だという前に、俺を見ろでしょ。で、それ別に右側だけじゃなくて、左側も俺見ろばっかり言ってるでしょ。望月磯子とかね。その一番ええ例ですよ。気も一緒。望月磯子が見てられない理由と、吉村が見てられない理由と、麻生太郎が見てられない理由と、山本太郎が見てられない理由は全部一緒やと思う。だから望月磯子見てイラってくる理由と、賢い人間がね、望月磯子見てイラってくるのと、吉村博文見てイラってくる理由と、麻生太郎見てイラってくるのと、山本太郎見てイラってくるの、みんな同じ理由なはずなんですよ。なんでお前が関係やんねん、議論にって話ですよ。普通で会社やったら2年目でしばかれるやつです。ということは、同じバスケットに入ってるってことは、これは左とか右とかっていう問題じゃないんですよ。これで、それの究極の形がね、この間の寝てませんツイートの高市早苗ですよ。あそこにロジックも何もないの。頑張ってる自分のアピールしかない。アイロンが大変ですと。国政に全く関係ないよね。同じバスケットでしょ、ほら。そう分類していくと。我がの話ばっかり。我がのロジックとは関係ない部分でアピールして、だからこれを認めてっていう論法。で、それ会社で言ったら、部長が言ってることだから言うこと聞けよって言ってるんですよ。それパワハラって言うんですよ。それ民間企業じゃ全部通用しないんです、今日。ロジックはないんですよ、そこに。全然ロジックない。
望月磯子、麻生太郎、吉村博文、山本太郎、高市早苗。全部ロジックないの。ロジック以外のところで説得しようとする。神谷宗平もそうですね。こんなに頑張ってるだろうっていう。俺結構頑張ってるで。昔の政治家ってこうじゃなかったんですよ。昔の政治家はこんなんじゃなかったんですよ。ちゃんと理屈で説得するのが政治というもんやと俺は思いますし、未だにそうやってる政治家はいっぱいいますしね。関係ないから、かいた量の汗とか、行った現場の数とか。関係ないからね、政治の世界に。ロジックだけ。なんやったら書いた言葉だけ。喋った言葉よりも書いた言葉だけ。みんななぜ YKK って言われたか知らない人も古い話ですけど。加藤浩一、山崎拓、小泉純一郎がなぜ若くして各派閥で、こいつはと人角の人間やと思われたかって知らんでしょ。昔ね、自民党ね、初当選した後レポート書かせてたんですよ。昔の自民党は。で、そこでね、一番最初でね、スクリーニングされてんの。なんぼ見場が良かろうが、なんぼシュッとしてようが、なんぼ公平差しだろうが、どんな枝役出てようが、現場行って、その自分の選挙の様子と自分のが永田町でやりたいことをレポートに書かせてたの。それがおもろかったら出世するって言って、実際そうやね。それがおもろい。加藤浩一もそうですし、まあ、最後踏み外しますけども、小泉純一郎もそうだし、山崎拓もそうだし、いろいろ問題抱えた連中ばっかりだけれども、自民党の昔、もう、それこそ中選挙区制、もう小選挙区制、だから安倍晋三が初当選した選挙ぐらいがそうでなくなったんだけれども、昔の中選挙区制の時代の自民党って、3万字ぐらいのレポート書かしてたんですよ。ずっと字書いてんねん。で、昔の自民党の政治家って明文化多かったんですよ。やっぱね、字書かないやつはね、ダメです。で、それはね、事務方とか派閥のボスとかが読むんですよ。で、だから俺はその政治家は喋るんではなくて字を書くべきだって言ったのはそこなんです。政治家は字を書くべきなんです。まあそれはまあでも山本太郎とか望月そこ原稿下手やしないです。新聞記者のくせにね、ほんまに下手くそ。でしょ麻生太郎にしてもね、結局ね、まあそういうことなんですよ。で、これね、その望月磯子、麻生太郎、吉村博文、山本太郎、神谷宗平、俺がこう頑張ってんだから俺の言うことを聞けというこのコミュニケーションしかない田舎者ね。で、この田舎者は私が頑張っているから私の主張は正しいんだっていうロジックですよ。で、これは田舎者ですよね。田中さん苦労してはんねんなみたいなね。知らんがないう話ですよ。鈴木さん頑張ってあるさかいもうええんちゃうとかね。関係ない話ですから。印象と感情しかないんですね。で、これは、その暴力なんですけど、これをね、極めてね、アウフヘーベンして、高次元に持っていって、すなわち、麻生太郎、望月磯子、吉村博文、山本太郎、神谷宗平。この、俺だから、俺はこんなに頑張ってるから、俺の言うてることを評価しろというロジックで迫ってくる奴らのクソ田舎者のパターンね。を、もっとね、ピュアにした、剥き出しの暴力があるんですよ。究極の田舎。
麻生太郎、望月磯子、山本太郎、吉村博文、神谷宗平。このグループは、俺が頑張ってるから俺を認めろ。俺の言ってることを認めろ。もうね、その頑張ってるからとかが抜けてね、俺は俺だから俺を認めるようになってるんですよ。ピュリファイされてる。純化してる。だから偶像崇拝から脱却した宗教みたいな。あれです、天平平安の、奈良平安時代の仏教から、北仙南河から、鎌倉仏教に変わった感じがしますね。鎌倉新仏教的な感じがします。華厳宗とかなんですけど、山本太郎とかは、華厳宗とかそんな感じなんですけど、浄土真宗とか日蓮宗みたいな、なんかこう、工事に概念化された仏教に、こう、進化するみたいな。そんなええもんちゃうけど。でもなんていうの物事の、こう、順化の発展段階ってのはそういうことですよね。空海最澄の世界から、法然日蓮、親鸞の発展段階に進んでいくみたいなね。で、この動画自体はね、いろいろいじりがいがある動画なんですけど、例えば、この夫婦とかこれあれでしょ、これ当てつけでしょ、これ。田舎の人がよくやる当てつけってやつですよ。記者会見で夫婦をいじられたから、お前ら悔しいだろうってことを言いたいためにこれやってるでしょ。田舎の喧嘩の弱い中学生がよくやるやつです。陰でゴトゴト言うときに。で、俺ら掃除用具でのロッカーの角で頭割ってるやつですね。おったでしょ。喧嘩で負けた後、ぐだぐだ後ろの方で言うてて、やがましわー言うて。おったでしょ。もう元彦のメッセージは単純ですよ。僕は僕だから僕を応援しろ言うてるんです。こうなるんですよ。だから、これ突っ込み待ちですらないのよ。そんな遠距離の明石焼き夫婦したところで、サマルカエとかっていう突っ込み待ちですらないの。お前らは俺の夫婦に突っ込んだから、だからわざわざ冷麺挟んでんねん。今回は冷麺は夫婦しませんっていうメッセージでしょ、あれ。ちょけとんですよ。おったでしょ、中学生の時にこんなやつ。ボッコボコにしばき倒してたけど。俺が言うてんのは、元彦のこれが暴力に見えないけども、五のまった君の暴力なんだよということです。おもろなやつなんですよ、単純に。いじびっとんですよ。いじびり倒してるやつが550万人の人生預かってんすよ。それでええので、国会前で集まってる人たち、もう金曜日がずっと言ってますしね、言ってることと繰り返しになって恐縮なんですが、国会前で集まってる人たち、渋谷の交差点でも、それから露鉄も含めてね、みんなが嫌や言うてる政治は右傾化していく政治なんじゃないんじゃないのかな、と思うんです。日の丸君が代、自衛隊、歴史認識というものに拒否反応を示してるっていうのはもちろんあると思うんだけど、それもそうなんだけど、ただそれがね、全部、望月磯子、山本太郎、麻生、吉村、神谷みたいな、あるいは斎藤元彦みたいな、俺だからっていう主語で政治をやってくれるなっていう。だから、国会前の標語が無茶苦茶な政治。無茶苦茶な政治をするなっていうのは多分そういうことやと思うの。その無茶苦茶な政治で具体的に言うと、俺がやるから大丈夫っていう言い方で来るなということです。で、それの究極の受け側の問題。で、究極的にその高市早苗を支援しようと思うとこうならざるを得ないわけですよ。これです。キモいよ、これ。各野党、高市内閣の支持率急落で躍起になっている。日本人を舐めすぎ。日本人で彼女を応援している人は政策を応援しているだけじゃなく、彼女の本質を感じている。彼女の本心を感じている。日本人だけが夜に鳴くスズムシの声を心地よいと捉えるように、高市早苗の内側を感じている。日本人しかわからない感覚で、だから彼女への応援はやむことがない。その政治家がそうなってくると支持者はこうならざるを得ないんですよ。で、これはその右傾化に対する拒否じゃないでしょ、これ。これは拒否せなあかんでしょ。右であれ、左であれ。じゃん。で、その、元彦の支持者もこうなってきてねえんで、これ高市早苗の支持者。だから、麻生太郎、山本太郎、望月磯子、神谷宗平、吉村博文的な政治をやっていると、
支持者はこうならざるを得ない。だってロジック以外のことで納得してんだもん。ロジック以外のことでやってるから、最後はここに行き着くしかないんですよ、支持者としては。で、さっき言ったみたいに、望月そこ、麻生太郎、吉村博文、山本太郎、神谷宗平的な政治で、自分が頑張ってるからそれを評価してくれっていうことを政治でやってる、そのパターンをさらに順化している斉藤元彦の場合は、支持者がこれよりももっと先に早くカルト化するというか、ダメになってる。さっきの元彦の動画を見て AI でこんな絵作ったりね。とかもう狂ってるんですよ。こいつ。狂ってんですよ。もう完全に狂ってんの。いやもうほんま計算資源の無駄遣いなんです。ほんまに計算資源の無駄遣いと。いやもう藤倉案件なんですよ。で、さっきのスズムシうんぬんかんぬんと、これ同じとこでしょ。で、政治の側がそういうメッセージが出してなかったら支持者の側はこうとしかファンクションできない。だとすると拒絶してるものはね、右右傾化じゃないんですよ。幼稚化であり、バカ化であり、もっと言うと、アイメッセージしかない、アイメッセージというか、俺がこうやっているから納得しろというロジックのない暴力を拒否したいってみんな言ってるんです。で、それは右傾化じゃないんですよ。で、その形態がなぜ自衛隊とか日の丸とか君が代とかになるかというと、それを是認するためにはロジックを放棄しなければいけないから、おとしてロジックを放棄する勢力が日の丸とか君が代の側にいるということなんですよ。だからみんななんで国会前で集まってるか。なぜ渋谷の交差点走ってるかっていうと、右傾化が嫌なんじゃないのよ。あれは何の叫びか言ったら、ロジックをくれ言うてんの。説得はいらねえ、納得させてくれって言うてんの。こんなもんが政治に関与してほしくないって言うてんの。だからそれは天皇陛下とか日の丸とか君が代とかに拒絶してるんじゃないんですよ。めちゃくちゃするなってのはそういうことです。ハウを語れということを言うてるんですよ。なんです。で、元彦は政策がないんで、今動画がパッと出てきませんが、僕は限界地方政治の引きましたけども、元彦は明確に政策否定してますからね。限界地方政治の239ページのところなんですが、そもそも斉藤元彦には政策がない。選挙の後の記者会見で斉藤元彦に選挙演説の彼の言葉を直接告げてみたことが何度かあるが、どうやら自分が選挙演説を行った場所も、その内容もほとんど覚えていないようである。また2024年の失職前の過去見の記者会見で記者から、知事のホームページから公約が削除されたというような話がありますけれどもと捉えた際には、選挙戦の時に公約を掲げさせていただいているというのは選挙戦中ですから掲げると思いますけれども、就任した後は県政を県知事としてやっていくということになりますので、そこを一旦外していくこと自体は自然な判断だと思いますと、よくわからないことを口走っている。精一杯好意的に解釈すると、選挙時の公約は公職就任前の発言であり、公職に就任して知事となってからは仕事の目標はその公職に求められるものとなるため、公職就任前の約束と違ってくるのは当然だと言いたいのであろう。しかしその後の2024年選挙では、公約達成率 98% などと主張していたわけで、結局のところ斉藤元彦にとって政策とはその場の方便でしかないのだろう。だから政策とかいらないんですよ。って元彦は言うてるんですよ。でそれが嫌なんですよ、みんな。なんか、政策が欲しいとか、この悪い政策が嫌だじゃないんですよ。ロジックがないのは嫌なの、みんな。で、ロジックがない政治を突き詰めていくと、スズムシと赤ちゃん絵画になるんです。だってロジック以外のもので支持するしかないの。その政治に支持者としてコミットするってことは、ロジックがない状態でコミットするとなるとね、それは、ロジック以外のものでその政治家を前にしなきゃいけないから、ロジックならざるものに頼らざるを得なくなるわけです。残ってるのはセックスと暴力しかないんですよ。彼女の中身がわかるとか、もう、あんなもん、俺、セックスのメタファーかなと思った。数の子天井のこと言うてんのかな知ってんのみたいな。いや、そうなんねんって。で、なんで日本の政治が根源的にそうなるかっていうと、構造的に分析すると、
日米安保体制という、もっと言うと日米地位協定というロジックならざるものが国体の本義ですから、我が国の。アメリカから日本に言われていることはロジックならざる現実というもので、それをどうロジックと解釈する前にあれやれこれやれってアメリカから言われるから、国体そのものがそうなってるから、もう国の基本がロジックならざるもので動くっていう宿命ついてるから、それの縮小再生産としての望月磯子とか麻生太郎とか吉村洋文みたいなのが出てくる。だと俺は思ってんねんけど、戦後の日本の国体の本義そのものがロジックじゃないので、それが国体やから、国体に根付いた政治をしようと思うと、ロジックがどうしても最後のところでダメになっちゃうんですよ。根本がね。だから、メドロマさんの虹の鳥みたいな構造になってるから、だからメドロマさんの虹の鳥を読め、虹の鳥を読め言うてるのはそうです。でもだからまあそうなるんだけど、だからそれをね、例えば、吉田茂とか佐藤栄作とか田中角栄とかは、自分が政治家としてのキャリアをスタートした時に、日本がそうなっていく様を目撃しながら、それになんとか抗おうとしてたけど負けていった人たちの歴史ですよ。田中角栄、海部俊樹ぐらいまでそうかな。でもそっから後の政治家は、それが完成したヘゲモニーの中で政治をやってるから。その後の世代っていうのは。今もう2026年なわけですよ。ということはベルリンの壁崩壊してからも40年経つわけ。で、ベルリンの壁があった時代よりも前っていうのはさ、その日米のロジックならざるもので規定されている国体というものに、いささかのロジック上の大義名分が立ったわけですよ。石化防止というね。東側に行くわけにいかないでしょ、日本がという、最後の最後のロジックの砦っていうのがあったわけですよ。冷戦の頃はね。でもベルリンの壁終わってから40年ですよ。今、勤続40年の国会議員なんてほとんどいないでしょ。で、今その後のベルリンの壁崩壊後の日米、統一協会がベルリンの壁が潰れてから必要なくなってるのと一緒ですよ。統一協会はベルリンの壁の前まではアメリカの犬として日本の政界で頑張ってたけど、そこから以降あんまりどうでもようなってるから。その後の日本の政治というのは、なぜ日米安保体制がなきゃいけないのかという根本のところに明確なロジックとしての答えがないまま、ベルリンの壁以前の体制を引きずってて、さらにロジックとして説明できないものがあるから、その株構造の上にできる政治の言語というのは、ロジックを保有し得ないわけですよ。で、そのロジックを保有し得ない日米安保体制、日米地位協定体制の上に立脚した永田町の政治を、もう40年、ロジックのない政治を慣れてるわけですよね。で、だから、麻生太郎とかは、それを意図的にやってるところがあるんですよ。理屈にできないところがあるんだよっていうのを意図的にやってる世代ですよ。まだできてる世代。でもその後の世代になってくると、理屈って何のレベルになってくるわけ。あるいは、せめて理屈に何の価値があんねんっていうことになるわけ。でももう、元彦のレベルになってくると、理屈って何それ美味しいのの世界になってるわけ。食べたことないねんけど。だからヒップホップで言うと、風呂だけでヒップホップしてるって感じ。そんなことよりセックスの方が気持ちええやん。みたいな。元彦の政治はね。となると、こうなるんです。もっと言うと、最近の流行りの和法で言うと、政治に政治を持ち込むな。いやもう、維新が言うてることとか、元彦の言うてることってそういうことですよ。政治に政治を持ち込むなって。音楽に政治を持ち込むなとかじゃない。いや、だから何をするかよりも誰がするかの方が重要なんでしょ。で、何をするかよりも誰がするかの方が重要だから、だからもうそのロジックならざるものの体系の中での最後のあだ花みたいになってしもてるんですよ。で、それはなんか大衆の知性が劣化したからではなくて、ぶどまりの問題で、その全世代の政治の8割しか実現できなかった、8割の8割の8割の8割になってきたら、そうなってくるわな。有権者がアホやから、大衆がアホやからとかじゃないですよ。もう国体のせいなんですね、それはね。大変ですよ。大変ですよ。これ、元彦の体制があと数年経ってやで、例えば俺みたいなタイプが次の兵庫県知事になったら、大変なことになりますよ、これ。だって、職員も、さ、有権者もさ、理屈ならざるもので動くことが常態化してる中に、
理屈以外のもので体動いたらジンマシンが出るたもっちゃんが知事にもしなったりとかしたらさ、いや、理屈はって言うたら、みんな、何理屈って。理屈ってなんか昔聞いたことあるような気するけど、それは、なんですみたいな話になるわけですよ。いや、もうほんま偉くなると思うよ。これ次誰が知事になったとしても。偉くなるよ。だってほんまに理屈ないねんもん。兵庫県政に今ないものは理屈です。金の前に理屈がないんです。第三者委員会の見解は一つの意見なんですよ。一つの意見として、第三者委員会の言い方を言うたことを一つの意見として処理する人が、井戸さんの不法行為を第三者委員会で検証するんねんて。それ、なんか理屈で説明つくそれ。それ、全く理屈、いやもう、その、理屈が通じないのよ。ほんで、斎藤元彦が百条委員会にかけられて第三者委員会立てた理由っていうのは、彼のやったことが公益通報者保護法に抵触するからでしょ。で、自分は抵触してないって言い切ってるんですよ。そいつが記者会見で、井戸さんは地方財政法に抵触した、地方財政法に抵触した、抵触した。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。